はい、おはようございます。私たちはただいま山梨県は山中湖村にやってまいりました。目の前富士山、めちゃめちゃ自然がいっぱいですごいところなんですけれども、今回はですね、この後ろに映っているシェルを紹介したいなと思います。はい、今回ね紹介するシェルなんですけども、フレッシュエアさんというてね、ボートを製作している会社が開発して作られたものでございます。はい、特徴はですね、エアボートを作る時の技術だとか知識を生かして作られたものです。なるほど。とりあえずこの子は試作品だそうで、なるほど。発展途上なところもあるんですが、オーダーがあれば作りますよということだそうです。なるほど。はい、それではじゃあ早速見ていきましょうか。もうね見てもらって説明していく方が一番早いかなと思いますんで、見ていきましょう。はい。こちら楽々キャンパー2号くんだそうです。なるほど、2号くん。1号くんはじゃあどっかにいたってことですね。1号くんは4等車1ヶ月で作ったらしいです。なるほど。何でも作りますとおっしゃってました。わかりました。で軽太郎であろうと、ジャンボであろうと、南東車であろうと作れます。なるほど。ということです。でこちらは高さがマックスじゃないよね。全然だっておまきさんが手伸ばして手届くぐらいやから。真ん中はあれかな。マックスじゃない、ちょっと低めそうねになってます。でこれ形で言うと後ろがね、1割はみ出してるんですけど、ここまでね分かるやん。後ろがこういう形になってます。これすごいっすよね。横から見ると分かるんやけど、ちょっと下がってて、ここね、ここがこう下がってる、ここまでね、荷台がここやからね。そう、荷台の高さがここなんやけど、ちょっと下がっててっていう形になってます。なるほど。後ろね、ランプ類とか見えにくくなる、もはや見えへんと思うんですけど、ちゃんとねここにつけられてて、こいつでねつながってます。なるほど。脱着するときはこのカプラーを外すだけですね。ということです。でナンバーもここにね移設されてます。ここなんかライトもちゃんとついてる。つけないとダメですからね。フレームはアルミ、外壁もアルミ。なるほど。でスタイロフォームが入ってます。断熱材はスタイロフォームと。船もね、エアボートもう船ってなんか FRP のイメージが強いと思うんだけど、量産するのじゃなくて一個一個ワンフで作られてるそうで、そういうのはアルミでね切って曲げて塗ってってされてるそうで、もうそれを生かした全部アルミです。なるほど。このオーナーさんというか作られた方が知る人ぞ知るというかね、かなり有名な方で、日本に1人しかいないっておっしゃってました。そうですね。消防庁とかからねお仕事の依頼を受けるぐらいの方なんで、テレビにもねいっぱい出てらっしゃるみたいな。そうです。前のバンク部分がこのちょっとね布みたいな、ここだけ。ほんまや。これがヨットなるほどとかに使う素材だそうです。これがねちょっとあることで空間がなんか広くなるのと、あと空気の抵抗がね減りますね。そうですね。固定方法はラッシングだそうです。でこういうところにねアイボルトがあったりするから、こことかに引っ掛けて固定してもいいかもしれないね。そうですね。横はこの形だと煽りがあるから、後ろだけ落ちんかった。そうですね。で脱着なんですが、アウトリガーを使いまして、後ろに今2つあるんやけど、これはこの荷台から下にシェルが出てるから、もうここにほんまにこれをつけるだけ。なるほど。ここにフレームが入ってるからしっかり支えれるって、ここでもすごいよね。これだけかほんまに簡単。お手軽すぎる。誰でもできる。子供でもできそうなぐらいお手軽で、これが後ろ2箇所、で前がどうなってるかと言いますと、まずね煽りを開けるじゃないですか。ほんならこの隙間にねこういう子がいるんですよ。なんかおる。これを出してこういうやつね、反対向けます。でここにこれを入れます。ここね、ちょうどねはまるようになってるわけね。ここに入れます。で真ん中もねこうちゃんとはまるようになってるから、本当や本当や。ここね、奥の方ね、これね、ここに入れます。でこれの下にこいつを入れて、これをクリクリしてます。クリクリすると。クリクリして上げる。もう上がってるもんね少しね。全然力入れてへんねんけど。すごっ。で
反対側もすると持ち上がるかああ、ら、なるほど。車を前に出すということですね。はい、これ上げた状態で中入ったり、結構長期間置いとっても大丈夫だそうです。ああ、なるほどね。なんで普段は庭に置いといてトラックだけで使ったりとか、そもそも軽トラなんか持ってないっていう、はいこれだけ買って普段は置いといて、旅に出たい時だけ軽トラレンタルして乗ああ、いいですね。せるっていうこともできる。なるほど、なるほど。これなかなか珍しいパターン。そうね、確かにね上げた状態で長時間放置しないでくださいのパターンが多いんですけどそうねそれも全然 OK だそうです。はい、中に入っても大丈夫とおっしゃってました。はい。はい、ここになんかかけて、ドアねパタパタならへんように、あ、そうね。これもちろんドアも手作りだそうです。はい。後ろ荷台からなんで下げてるかっていうと、これよね、ステップが一段下がってて、まあこのね高さ結構あるから、一段やとねまだもうちょい欲しいよね。そうね、確かに。この荷台があるから、はいこれより奥には無理やし、はみ出していいサイズがこれが限界やから、はいこれより手前も無理なんよね、でももう一段にしたいからここに三角形で作って二段にしたそうです。これむちゃくちゃいいっすね。はい、ここね低いやけど、はい下のステップが低いことによって、はい入れやすい。わあ。いいですね。こういう感じでね。はい。まあ、こちらのね、シェルの場合、ちょっと土足 OK なんで、はい。土足で入らせてもらってます。はいはい。この状態で、こんな感じやで、今。はい。はい。もうめっちゃ広い。だいたいここにソファーがあってさ、収納にあったりするから、結構狭くなりがちないけど、はいそれがないから、はい荷物がめっちゃ乗る。うん。で、このテーブルのね、下とかも。ああ、そうね。だからめっちゃ。ほぼ2台1杯分あるのスペースがあるから、めちゃめちゃ荷物は乗る。確かに。で、まあ一番の特徴ですよね。そうですね。はいなんと言っても。広くなります。はい。展開していきましょうか。やってみましょう。はい。はい。まず、この天井をね、持ち上げます。はい。はい。おまきさんが今ビュッてやっただけでね。はい。ちょっと重いかもしれんって言われちゃったけど、まあ別に、全然。ビュッてした、K のポップアップとか、うん。より軽いかもしれあ、ない。マジで。やりやすいかもしれない。あ、そう。長いから、はいまっすぐ上に行って結構難しくて、どっちかだけこう、あ、ガタガタガタっとね。そうスムーズに上がらんかったりするんやけど、この8本、ワイヤーを張り巡らせて、これやね。ああ、ほんまや。はいほんまや。工夫して、均等に力上げんくても、こっち上がったらこっちも上がるよう一緒に。な仕組みにされてるそうです。すげえ。だから、バランスがとかコツがとかない。はいはい。今初めてやったけど、外で見とったけど、普通に吸って上がってたもん。スムーズに吸って上がった。なるほど。これ誰でもいけると思う。すごいですね。もうすでにちょっともう広くなりましたね。広くなったこの時点で。はい。これね、ドアの上の部分ああ、上が、ここで止まってて、ここも開くようになる。そっか。そう。だからこの分上がってるんや。ポップアップしてなかったら、ここにね、これが下がってくるから、ここは開かへんのね。ああ、なるほど。だから、二分割されてるわけね。で、これ開けて、はいここね、こう、すると、一体化すると。ほな、二つ一緒に動くと。そういうこと。良きかな、良きかな。はい。で、鍵はこれね。あ、みんな見たことある。はい。ありますね、これ。はいはい。高さは、ちょっとね、アーチになってるんやけど、まあ、後ろ見たら。はい、そうね。真ん中で、170ぐらいいや、全然ありだって俺とか当たらへんもん。お前、だって170 5ぐらいある。端端で165ぐらいああ、一応端はね。そうね。かなりこれだけで広くなるね。はい。で、上げたところに明かり取り窓があるから、かなり明るくなる。このね、気になるバンクの部分なんやけど、ポップアップすると一緒に上がってくるようになってる。だから荷物入れてても隠れることとかはないってことだよね。で、開けるとこういう飾り。おー、そっか、なかったもんな。あるんやけどね。いや、見えてなかったよな。そう。でもこれはここに置いてあるってことは、これぐらいの高さはそうね。取れるね。まだ広くなるから。トランスフォームされますか？はい。やってみますか？やってみます。はい。まず、ここを開けます。で、これを下ろします。おー。そしたら、ここにね、これを開ける。こっちも開ける。で、今この状態ね。これをこう下ろす。これがここに乗る。ドン。あー、なるほど。はい。これで、OK。おー。めっちゃ広なるよ。出ましたね。ちょっと反対も同じようにいってみますか？はい、じゃあ開けます。はい。お
も、うん、こうですね。そこのねフックを外して、こうね。からの。そういうことですね。はい。あ、もうこれだけで OK か。それだけで OK。そう、そしたらここにこれね、これで支えられてる。ああ、そういうことですね。はい、なるほど。この辺は力学ですよ。この辺は力学ですよ。リピートすな。この横ね、窓あるんやけど、ここだけ木でできてます。っていうのも、力がかかると、金属やと曲がっちゃったりするから、ここだけ木だそうです。はい。それ以外全部アルミと。そうです。基本アルミないけど、ここだけ。じゃあこの広くなった中、ちょっと入ろうよ。はい。はい。こんなに広くなります。やばくないですか？ここが、さっき最後に下ろした、パタって下ろした床、ああ、そうね。がこれ。ちょっと寝てみいや。これ動画でこの広さ伝わるかな？これ、6人で宴会した。いや、余裕やと思うよ。余裕やと思う。余裕でいけるよね。165センチやけど、超余裕。ほんまやね。180ぐらい余裕でいけんちゃう？大きくても大丈夫。横幅も大概あるよ、これ。そう、かなりある。これの長さが180センチ。で、こっちも80センチ以上。わーあるから、まあキャンピングカーの定義で言えば50センチあったら寝れるから。まあそうね。まあキャンピングカーの定義で言うね。だから80はかなり余裕。それがだって両サイドですよ。こっちも僕が今座ってる方も。広くねえっすか、これ。ほんで、ここ別に座れる高さ。ああ、そうね。普通に座ればここ頭大丈夫やし。ちょっと下がってても、起きても、なんていう、このバンクベッドみたいな圧迫感。ああ、ないない、そんなんない。普通に座れるぐらいの高さがあるから。住みたいもん、ここ。K と思われへん広さだよね。かなりね。中のレイアウトはね、社長さんの好みというか、すっごいお酒が好きらしくて。そう。なんか60年代のテキサスをイメージして作られたっておっしゃってましたよ。ガチでだって入るやつやろ。だからこういうのもさ、手作り。この、アルミで、アルミの加工はお手のものですね。そうね、わざとこういう古い板を使う感じでね。ここで長さわざと変えたりとかしてね。これ全然このまま走っても大丈夫なんで。すごいよね。すげえよ。てか机もよ。そう、机もこう畳めるようになってて、こうね。まあ走るときはこれゴムとかでね止めてっていう。でこの足見て、いちいちおしゃれなんやけど可愛い。でこの下収納になってて、これだけでも結構入るよね。そうね。この下もあるし。これ未だかつてない広さなんですけど、ここでマジで宴会できるもん。ほんまにこのでっかいサイズのテーブルが大丈夫っていうのがね、すごいよな。で畳んでもスライドじゃないからさ、左右が迫ってこうへんのよね。そうだからここら辺に置いたものもそのまんまにしとける。よくあるね、スライドパターンやったらこれどけて上げてしまわなあかんとか、ほんでこいつがこう出てくる。それがない。ここがパタってなるから。ああ、めっちゃすごい。そう、最初見てもらったようにここまでなんよね。ほんまにこれがここにパタってなるだけ。この空間は守られてるってことだね。だからあれよね、机もだからこのまんま大丈夫。全然大丈夫。いや、すごいな。後ろはキャンピングカーのね用の窓がついてます。はい。網戸、シェード感じですね。はい。でこうやって開けのこう開くタイプですね。なるほど、いいですね。段階じゃないからさ、ちょっとずつ。なるほど。そう。そのまま引っ張れば戻る。ってなるだけじゃない、なるやつじゃないから好きな角度で。なるほど。で、アクリル二重丸。なるほど。はい。結露もしにくくて断熱性も。はい、よろしいですね。はい。ほんまにね、こうやって座ってもマジで広いのよ。すごくないですか？この荷台からはみ出してるとこ、ステップの横もちょっとね、こういう風に収納スペースになってて、ティッシュかかってたりとか、ちょっと掃除するもんが置いてあったりとかして、こっちも上飾り棚になってて、ここの下なるほどね。収納スペースになってますね。こっちもね。こっちも。で、こっちはこの簡易のギャラリーがついてて、タンクに水溜めて
す。ああ、なるほど。タイプになってます。はい。ちなみにタンクはなくて、外でバケツとかタンクで溜めて使うタイプです。なるほど。キャンプとかね。ああ、いいですね。行った時は、こいつに組んできて、下に置いとけば、ここで使える。炊事場が遠くても大丈夫。最高ですね。内装は好みがあると思うんで、まあ一例としてね、こういう感じに作ってみたっていう感じで、何でもするとおっしゃってたんで、ここにこんな収納が欲しいとか、あと電気とか換気扇とかもこれから取り付ける予定だそうです。なるほど。なんで、何でも言ったらやってくれるはずだ。こういうことできますかって一応ね、取材が確認させていただくじゃないですか。いや、だから、何でもできるって言われるんですよね。ということです。了解です。何でもできるそうです。はい。はい、それでは、詳細の方をお話ししていきたいと思います。ちょっとあまりにも中が快適すぎて、中でね、説明していきます。まずですね、このシェルの重量の方、どれぐらいでしょうか？はい。これで、約70キロぐらいだそうです。ああ、なるほど。この中も全部含めね。はい。ただ、これ試作品くんなんで、オーダーいただいて制作する場合は、さらに軽量化する方法があるそうです。なるほど。そうすると、220、30キロぐらいにさすがアルミですね。なるんじゃないかということです。この、外に開くのも含めて。全部含めてね。こういうダンパーやとか、全部含めて。なるほど。軽すぎ？軽い。今何でも詰めるよ。もちろん断熱もちゃんとされてるからね。はい。で、続きまして、価格でございます。はい。価格はいくらでございましょうか？150万円です。安い！はい。基本は外の形だけ。で、この横に開いたり、上にポップアップしたりとか、まあ、このバンクの部分の側。これは全部含めてですね。全部含めてです。なるほど。はい。で、オプションで、外外装ね、色塗ったりだとか、こういう家具作ってもらったりだとか、そうすると、こういうのしてああいうのしてっていう風にすると、ちょっとずつオプションとしてね、値段が上がっていくよっていう感じだから、まあ、150万で買って中身を自分で DIY するもよし、ここにこういう家具が欲しいっていう相談をして作ってもらうもよし、なるほどね。いかんせんなんでもしてくれる。いや、これ安いよ。この展開のこんなん。いや、そう。この広がるのも含めて150ってやばいよね。ほんまに何回も言うけど、広すぎてさ、これ快適じゃない？すごいんですけど。この横幅が広い。細長くなくて、正方形よりも横に広がるから、さらに広さをそうね。確かに。キャンプ場とか最高やで。そう、だからこれ片方だけ開くとかも。そうね、もちろんね。だからなんか、ちょっと駐車場とか狭いとこやったら片方だけ開いておくとか。やし、別に上に上がるだけでいいわ。っていう人もいるかもしれない。確かに。そんなもん OK。そうね。続きまして、納期でございます。納期はどんなものでございましょうか？納期は、3ヶ月ほどだそうです。なるほど。早いんじゃないですか？そうやね。ポップアップしたり開いたりするのも作ってやからね。もちろんそうですね。はい。支払い方法ですね。支払い方法はどうでしょうか？はい。現金で、ご注文時に半分。で、ご納品時に半分。なるほど。はい。わかりました。あと車ですね。車はどうでしょうか？車は探せないことはないけど、まあ、自分でいいの見つけてきた方がいいよねっていう。まあ、そうね。確かに。船屋さんなんで。そうですね。そこはね。そうですね。ジャンルあまりにもね、違いますから。はい。この、すごい汁専門と。はい、そういうことですね。はい。はい、ということで、今日はこのね、素晴らしい汁を紹介させていただきました。はい。この汁気になった方、ご注文したい方、ご相談したい方は、概要欄にお問い合わせ先を貼ってありますので、そちらからお問い合わせください。よろしくお願いしますと。今回はこの辺で。また次回お会いしましょう。さよなら。